どうですか、佐伯さんから見て、内山さんのすごいところとかって何ですか？内山さんが自分で本を書いちゃうので、内山さんを語る、ものっていうのがあまりなくって、僕も積極的に語らなきゃいけないなと思ってるんですけど学術的でないところがすごいです。で今内山さんに取材に来たいという海外の人たちがいる、前からいるんですけど、そういう人たちは2013年の FAO の昆虫食を、推進するという報告書を受けて取材に来てるんで、どうしてもその学術的な理由ですね、昆虫を食べるべきだから食べようみたいな、そういうスタンスの人たちが多いです。で内山さんの会っていうのはそれよりはるか前からスタートしていて、昆虫料理研究会って名前の通りにただ楽しむとこからスタートしてます。なのですごくその、主張がないんですね。もう理由とかっていうよりも本当に興味本位で、そうです。でただただそれを楽しむために来ている人で、中の人にはそのベジタリアンで肉食べれないけど昆虫からスタートしたいような人もいたりして、なるほど、そういういろんな理由があるんです。そう理由は問わずにそこで昆虫食を楽しむ、もう楽しい昆虫よりまさにその名前ですけど、という場があったっていうのはすごく僕の見識を広げてくれたという意味ではすごい場を作ってました。で僕にはそれはとてもできないです。どうしても僕は学術的に意味のあることとか、そのラオスの人たちに効果のあることっていうのを追求したくなっちゃうので、そうすると、価値のないものとか、あるいは環境に対して逆効果なものっていうのはどうして排除しがちなんですけど、文化ってあんまりそういうもんではないですよね。役に立つものと役に立たないもの、あるいは下手すれば有害なものまで含めて、いろんなものを食べるっていうのが食文化になってくるので、そういう意味では一番その普及した食文化の、先を見えているのは内山さんのグループなんです。科学的にやろうとしている人たちはまだまだ、役に立つものを探そうとしている時点で文化的ではないです。なんかどっちもある気がしてて、その内山さんの会に私も1回参加させていただいたんですけど、結構なんかもう昆虫食にめちゃくちゃ詳しくて、もう絶対に栄養的に必要だから食べるんだとか、なんか国連が推奨してるからっていうすごい意志で来てる人がいっぱいいるのかなって思って行ってみたら、もう結構キャーとか言いながら、ね、なんか食べそうで食べないとか、だから食べてきて、意外と美味しいとか言ってる人いたりとか、なんかすごくそのなんですかね、なんかハードルって言ったらあれですけど、そんなにその構えなくても、なんかいいんだっていうことにすごくなんか純粋に楽しめたというか、なんかみんな別に、私すごくそのまだ昆虫食食べ始めて2年とかそんなもんなんで、知識とかも全然ないですし、なんていうんですかね、そのにわかだからみたいな感じで見られるのかなって正直ちょっと思ってたんですけど全然すごいみんなそんなことなくて、それがすごく入りやすくしてるなるなっていうふうに思いましたね。どんなスタートが遅かれ早かれ、でも逆にその佐伯さんはもう何か目的がというか、その一つの芯というか目標があって、そこを軸に活動されているじゃないですか。でまたそれはどっちもやっぱり必要ではありますよね。そうですね。そこがお互いにサポートできる間柄になることが多分大事で、僕が内山さんの真似をするとか、内山さんが僕の真似をする必要は特にないと思ってるんです。で、一番大事なのは食品の安全ですね。やっぱり YouTube を見ると生で食べたりするような再生回数稼ぎの人たちもいたりするので、そういうところで安全に食べるという意味ではここは常に連帯をしてます。できるだけその、説明をきちんと十分にして、加熱を必ずして、でそれで、食品事故の起こらないようにした状態を保つというのは大事にしてます。そういうのはやっぱりサイエンス、科学が必要なんですけど、そこからさらに広がりを持たせるっていうのも意識しなきゃいけないなと見てて思いました。なんか本当にお二人がすごくどちらの違いも分かっていて、なんていうんですかね、
どちらも尊敬し合っているというか、なんかどちらもその方向一緒の分野だけれども、そのさっきおっしゃったようにまた違うっていうふうにおっしゃったじゃないですか。でもどちらもなんか尊敬し合ってやっているっていうのがすごい素敵だなっていうふうに思いますね。なんかよくそのなんかどの文化でもそうだと思うんですけど、なんかこっちの派閥とかこっちの派閥とかで、こっちの派閥はこっちをなんかすごく敵対視して、あっちはダメだみたいなのじゃなくて、まあどっちも違うっていうことを分かっていながら、まあ、そこまで尊敬し合えるっていうのはすごいなっていうふうに、違いを分かりながらその共存するっていうのって難しいと思うんですけど、僕がもう一つありがたいなと思ってるのは昆虫学の人たちですね。昆虫趣味の人たちでどこで何が取れるとか、こういうふうにしたら養殖できるとかっていうのを知っているので、今その昆虫学の、博物館の学芸員の人とかつながりを作ってるんですけど、やっぱり食べない人もがほとんどなんですね。で好きでめでたい可愛がりたいんですけど、食べない人たちに僕が食べたいんですけど情報くださいって言うんです。でちゃんと答えてくれるんですね。で犬や猫ではこうはいかない。美味しい犬が食べたいんですみたいな話できないわけですよ。で鳥や豚でもやや危ない。ウサギがちょっといけるかなぐらいですけどちょっと危ない。その中でやっぱりスタンスは違うんですけど、お互いにその情報を共有し合って教え合ってお互いの立場を尊重し合ってっていうのはどんどん広げていく、虫界隈ですね。虫界隈という意味ではもっとそういうのってモデルとしてもっと褒め合っていくのは大事かなと思いました。本当そうですね。なんか食べるとめでるが同時にできるっていうのはすごい昆虫食で最近だからそのいわゆる昆虫食っていうのがいくらかメジャーになってきてるんですよ。したがって昆虫専門の人も昆虫食に対して非常に寛容になってきてる、それは言えると思うんですよね。だから僕ら始めた20年ぐらい前頃は食べるなんてもったいないと、そんな虫がいたら絶対標本にしてね、確実に貢献しなくちゃいけない、それ食べちゃうなんてずっともったいないっていうのを奥本大蔵さんが言ってるんですよね。私もこの間そう彼と楽しい昆虫料理で対談したんですけども、その時に彼は本気かどうか分かりませんけども、やっぱ彼は本当に昆虫のね、専門家なのでそういうことをおっしゃってて、お互いそれぞれの土俵があるのでうまくやりましょうみたいな。でもそういう感覚だいぶ今変わってきてますね。だから僕も昆虫の専門家の方にいつもこれ何の種類を聞いたりですね、こういうの取ってって頼んだりすることがすごく一般的日常になってきてますけど、で向こうも心よく引き受けてくれるしすごくありがたいと思うので、結構やりやすくなってきて、そうですね。でそういう人たちとまた本を作るとかですね、そういうところに発展していけるし、FAO のおかげさま、そうですね、あそこでということは言えますよね。空気が変わった感じがありました。と同時にやっぱり楽しい昆虫料理って本を書いたように、やっぱり取って食べて楽しむ、それはやっぱ昆虫食のやっぱり食としては原点だと。そうですね。で僕自身もやっぱり長野で生まれてますし、長野の人たちもそうなんです。で蜂を追っかけてって蜂の巣を見つけて、でちっちゃい蜂を家の庭に持ってきてそこで育てて大きくして、でそれで品評会やったりいろいろして、で最後はそれをすごく美味しく食べるとかですね、でそういう一連のその行為を楽しむ。でそれが別に環境にいいとか FAO がどうのこうのとか温暖化がどうのこうのとかそういうのはないんですよ全然。だから彼らに聞くと今の昆虫食のあり方、そういう理屈っていうのはちょっと自分とは違うねって言うんですよね。確かにそれはそうなんですよ。だから原点としては僕は今やってるのはやっぱり取って食べる、そういういわゆる食料としての昆虫食、でそこにプラスアルファ佐伯さんのプラスアルファでさらにその昆虫食がねより厚みを持った多面的なねものになっていく。それがすごく今そういう時期に今あると。そうですね。チャンネル登録待ってます。